オンライン上での部下とのコミュニケーションの質を上げるというテーマで情報提供させていただければと思いますね。リモートワーク、ね、在宅勤務がある意味当たり前になろうかとしている中でですね、マネージャーの皆さんはメンバー部下の方とのコミュニケーションにかなり宿泊されてらっしゃる方が多いかと思うんですけれどもね、ただ時代の流れにはですねやっぱり乗っていかなければいけない、ね。もちろんコミュニケーションの量も確かに必要かもしれないんですが、ここでは質を上げるという側面でですね、情報提供させていただければと思いますね。で、今回は割愛をさせていただきますけど、実はハードの側面も非常に重要ですね。例えば通信環境の話ですとかね、あとはカメラの置き場所とか、あとライティングとか、そういう話もあるんですけれども、今日は一旦そこはですね割愛をさせていただいて、ハードに対するソフト面ということで情報提供させていただければと思いますね。大きく4点ねありますね。まず1点目なんですけれども、今まで以上にですね論理的にメンバーに伝えることをぜひ意識をしていきましょうということなんですね。特にオンラインのコミュニケーションですと、いわゆるノンバーバルの部分ですね、ビジュアルとかボーカルとか、ボーカルはそれなりに伝わるかもしれないんですけど、特にビジュアルの部分っていうのはなかなか伝わりにくいので、ということはバーバル論理的に伝えるっていうことを意識をしていかないと今まで通りにはなかなか伝わりませんよということなんですね。ただこれもですねセオリーがありますね。まず結論を言ってその根拠を言ってで、何か提案があれば、すなわち何かうまくいかないことがあれば、提案をしていくと、そういう一連の流れで話をするっていうことをまず意識をすると。これも訓練ですのでね、短時間で効果的に伝えるっていうことがやっぱり今後はとっても重要になってきますのでね、ぜひ意識をしていただけるといいかなと思います。でこれをベースにしつつ、例えばメンバーに対して質問ねあるかと思いますね。その時は一度に一つだけ質問をしてくださいということなんですね。時々マネージャーの方で聞きたいことを2点3点いっぺんにおっしゃる方がいらっしゃるんですけども、それだとですね、聞いてる側はなかなか頭の中で整理ができませんので、特にオンライン上で、コミュニケーションを取る場合は質問は一度に一つというところを心がけていただければと思います。それから普段より意識をしてゆっくり話すということなんですね。これはハードの側面でも申し上げますと、通信環境があんまり良くない場合はですね音が途切れたりも当然しますのでね、あるいは相手に論理を持って説明をする時にはですね、もちろんこちらはですね自分の頭の中で考えたことをアウトプットしてますので、スピードが速かろうがね何ら問題はないですけども、聞く側はですね初めて聞く内容ですのでゆっくり喋ってあげないとですね頭の中になかなか入ってきません、ね。ですから普段以上に意識をしてゆっくり話すということが重要になろうかと思いますね。以上が論理的に伝えることを意識をするという1点目ですね。それから2点目、目標設定に関してなんですけど、目標設定は成果を中心に部下メンバーと握りましょうということなんですね。これもですね、今まで通りね、机を囲んでオフィスで仕事をするんであればですね、若干これやらなくてもですね普段プロセスを見てますね、そういうところの評価もできるかと思うんですが、もう在宅勤務になってしまうともうプロセスはほとんど見えません。ですからもうアウトプット中心の評価になりますので、きちんとやっぱりそこは部下と握っとかなきゃいけないですよねということなんですね。ですから今まであまり目標設定でそういうところを意識をしたことのない方っていうのは、今まで以上にじゃあどうすれば部下ときちんと認識を合わせられるかというところを考えていただけるといいんじゃないかなと思います、ね。それから3点目ね、目標設定したら今度は進捗管理をしていかなければいけないんですけれども、進捗管理については
コーチングスタイルのコミュニケーションをぜひ使っていきましょうということなんですね。ですから基本的に何か問題が発生した時に解決すべき当事者は部下メンバーですということなんですね。ですからこちらから一方的に答えを提示したり指示をするのではなくってね、共感的な理解、ね、相手の言っていることの全体的な意味を聞いていきましょうよと。受容的態度、まずはきちんと相手の、言動を受け止めましょうよ、それからと傾聴的な姿勢、耳と目と心で、聞いていきましょうよということがまず重要なポイントになろうかと思います。それからリアクションですね。先ほどもご案内をした通りオンラインではなかなかノンバーバルの部分が伝わりにくいんですけれども、ただコミュニケーションを効果的に進めるためにやっぱりこちらのリアクションはですね、普段よりも大きくしてオンラインであったとしても伝わるようにしていく必要がありますということですね。ですから例えばうなずきですとか、あるいはジェスチャーですとか、そういったリアクションがあろうかと思いますけれども、こういったものは今まで以上にですね大きく相手に伝わるようにしていただけるといいかと思います。それから最後4点目ですけれども、評価に関して2点目が目標設定で3点目が進捗管理でしたけども、4点目が評価、評価に関しては、育成を考える、育成中心で絶対評価をまずはやりましょうよということですね。評価には絶対評価と相対評価っていうのがありますね。育成をするときに使うべくは絶対評価ですね。絶対評価をして成果再現性を上げるためにプロセスをコーチングスタイルのコミュニケーションを持って確認をしていきましょうよと。でプロセス行動が効果的でないものに関してはきちんとメンバーに考えさせて行動変容を促すと、こういったところが重要になってこようかと思います。以上4点ですね。オンライン上での部下メンバーとのコミュニケーションの質を上げるということでお話をさせていただきました。